右側の形に関しては高値更新してないんですから、下がったところで押し目買いが発生するかって考えると疑問符がつきませんか？はい、皆さんこんにちは。今回の動画では水平線、トレンドライン、チャンネルの引き方を実演付きで解説します。最近 FX やトレードを始めたという方はもちろん、自分が引くラインに自信がないので一から学び直したいという方を対象にしています。水平線、トレンドライン、チャンネルのそれぞれについてラインを引く時のポイントや注意点を解説した後、実際のチャートを使って実演も行いますので、動画を見終わった後も皆さんが一人で練習できるような構成としています。ラインの引き方を基礎から学びたいという方、一から学び直したいという方はぜひ参考にしてください。それではまずは水平線とトレンドライン、チャンネルそれぞれに共通するポイントと注意点についてお話をしていきたいと思います。まず1点目なんですが、引く目的を明確にするということです。ラインを引く目的はサポート要素、レジスタンス要素を把握することです。価格がそこに到達したら何らかの反応が起きるかもしれない。その時ポジションを新規に立てる、決済する、または様子見するなどのアクションを取るために引きます。で、特にトレンドラインとチャンネルといった斜めのラインに関しては、2点定まればほぼ無限に引けることになります。そのため恣意的なライン、つまり自分が引きたいから引いているといったようなラインにならないように注意が必要になります。この点についてはそれぞれのラインの引き方のところでさらに詳しく解説をしていきます。それから2つ目のポイントなんですが、引く順番は上位足から下位足へ引くということです。これはマルチタイムフレーム分析のやり方と同じ方法になります。またラインを引くときはラインが認識される時間軸を抑えるということが重要です。これはラインのブレイク判断に必要になりますので、ラインを引くときにはそのラインがどの時間軸で認識されるものなのかわかるように色や線の種類を分けて引くことが重要です。それから3点目はスイングハイローを使ってラインを引くという点です。ここに関しては僕の動画を普段ご覧になっている方であればもうお馴染みかもしれませんが、スイングハイローというのは相場を動かしている大口投資家の大きな注文によってできた高値安値です。スイングハイローを使うことで大口投資家の動きを追跡することにもつながり、相場の流れと構造をつかむのに役立ちます。スイングハイローに関しては過去に詳しく解説した動画を投稿していますので、今回の動画と合わせて視聴していただくことでより理解が深まると思います。それでは次に水平線を引く時のポイントについて整理をしていきたいと思います。まず目的なんですが、先ほどもお伝えした通り、サポートレジスタンス要素を把握するためということになります。それから押さえておきたい水平線として4つ挙げています。まず1つ目がレジスタンスとサポートラインです。サポートラインというのはこのように何回も過去に反発の起点となっているラインのことを言います。価格が再び戻ってきた時に同じラインで反発する可能性があるということで把握しておくラインということですね。はい。それからレジスタンスラインというのはサポートの逆ですね。過去に何回も上値を抑える働きをしているラインのことを言います。このラインに関してもやはり再び価格がそのラインまで到達した時にもう一回抵抗に遭う可能性がある可能性として押さえておかないといけないラインということになります。それから2つ目が押し安値と戻り高値です。まず押し安値からなんですが、押し安値というのは上昇トレンドが発生している中で、この最後の高値更新の起点となった安値のことを言います。また戻り高値というのは下降トレンドが発生している中において、最後の安値更新の起点となった高値のことを言います。押し安値と戻り高値に関しては価格が再びその付近まで戻ってくると反発反落の動きが起きやすいという特徴がありますので押さえておくべきラインということになります。で、押し安値と戻り高値に関しては今回の動画の中の実演でも解説はしていくんですが、より詳しい説明を聞きたいという方は押し安値と戻り高値の見つけ方から値動きの特徴までを解説した動画を過去に投稿していますので、そちらの方を合わせて参照してみてください。それから3つ目が高値更新の起点となった安値、それから安値更新の起点となった高値です。例えばこのような上昇トレンドが発生しているときに高値更新の起点となったこういった安値のことを言います。で、押し安値というのはこの最後の高値更新の起点となった安値のことを言いますが、それ以外にも高値更新の起点となった安値というのはあるわけです。例えば今の例で言うとこの安値ですね。で、これらの安値に関しても再び価格が接近してくると反発が起きやすいという特徴がありますので、これらの安値に関してもマークしておく必要があります。それから4つ目が4本値です。4本値というのは始め値、高値、安値、終値のことになりますが、4本値はサポートレジスタンスとして非常によく機能するという特性がありますが、4本値に関しては表示できるインジケーターを用意していますので、自分で引く必要はありません。ですので今回の動画では上の3つですね、レジスタンス、サポートライン、押し安値と戻り高値、高値安値更新の起点となった安値と高値、こちらを実演付きで解説していきたいと思います。また4本値に関しては過去に投稿したこちらの動画の中で特徴を詳しく解説していますので、合わせて視聴してみてください。それではここまでの内容を
一旦水平線だけに限ってチャートを使って解説をしていきたいと思います。それでは為替のユーロドルのチャートを使って水平線の引き方を解説していきたいと思います。まず下準備としてインジケーターを使ってスイングハイローを表示させたいと思います。インジケーターのリンクは概要欄に貼ってありますので、そちらから使ってみてください。はい、今このようにスイングハイローが表示されました。はい、今回はスイングハイローの設定ですね。ここのレフトバー、ライトバーのところを6に設定しています。この数値に関しては特に正解はありませんので、自分に合ったものを使ってください。それでは月足からラインを引いていきたいと思いますが、そもそも月足って見る必要あるんですかっていうふうに疑問を持つ方もいるかと思います。月足に関してはデートレードをされる方、スイングトレードをされる方に限らず、月足は見た方がいいです。で、理由なんですけども、冒頭でスイングハイローを使うことで大口投資家の行動を追跡することにもつながるというふうにお伝えしました。大口投資家の方というのはもちろん資金の規模もそれぞれですし、運用期間ですね、長期短期それぞれなんですが、基本的に大口投資家というのは長期で資金を運用することが多いです。そのためその大口投資家の資金の流れというのは長期足ですね、月足や週足といった時間軸のチャートに現れます。で、大口投資家の運用の特徴に関しては、過去に投稿したこちらの動画の中で、海外の大学による研究結果を紹介しています。興味のある方は合わせて参照してみてください。また、月足のラインというのは、年に1回か2回メンテナンスすれば足りますので、自分が監視されている銘柄に関しては引いておくことをお勧めします。それではまずはサポートレジスタンスラインから引いていきたいと思います。まずサポート側なんですが、ここのスイングローですね、この3点このように反発しているところがありますが、ここに関してはすでにブレイクされてますので、特に引く必要はないでしょう。それからもう1点ですね、ここの部分、ちょうど2001年のあたりですが、ここもスイングローがこのように3点反発した起点になってますので、ここは1本引いておきたいと思います。で、このようにですね、高値と安値が集中して重なり合うように位置しているところに関しては、それらの高値安値共通して通るところに1本引いておけばいいと思います。で、水平線に限った話ではないんですけども、ラインを引くときっていうのはですね、そこのラインでピタッと反応するというよりかは、そこをゾーンとして見てですね、そのあたりで大体価格が何らかの反応を起こすんじゃないかというぐらいで見るのが適切ですので、このようにですね、高値と安値重なり合っているようなところに関しては、このように共通して通るところに引いておけばいいと思います。はい、それから次、レジスタンスラインなんですが、ここのスイングハイとここのスイングハイのところですね、ちょうど重なってますので、ここも1本引いておきたいと思います。ここのスイングハイがちょうど戻り高値になってます。ここのスイングハイを起点にしてですね、こういうような下降トレンドが発生している中の最後の安値更新の起点となった高値ということで、ここが月足の戻り高値になってます。それから次は高値更新の起点となった安値、安値更新の起点となった高値について見ていきたいと思いますが、このような下降トレンドになっていますので、安値更新の起点となった高値について見ていきたいと思います。まずここのスイングハイですね。ここのスイングハイは、ここの安値を崩した起点の高値になってますので、ここは1本引いておきたいと思います。こういった高値というのはですね、将来価格が戻ってきた時に、新規で戻り売りが入る可能性であったり、上昇してくる過程のロング勢力の利益確定が入る可能性も考えられますので、こういった高値に関してはマークしておくのがいいと思います。それからここのスイングハイなんですが、ここのスイングハイに関してはこの安値崩せてませんので、引くのであればこちらのスイングハイの方が適切かなと思います。月足の水平線に関してはこれだけ引いておけば十分です。続いて週足のラインを引いていきたいと思います。まずサポートレジスタンスからなんですが、サポートレジスタンスに関しては特に週足レベルでは見当たりませんので、引く必要はないかなというふうに思います。次、押し安値と戻り高値ですね。ここの部分の下降トレンドに注目をしてください。このような下降トレンドが発生していたわけなんですが、この下降トレンドで最後の安値更新の起点となったスイングハイがこちらのスイングハイです。そしてその後の上昇の動きを見ると、ここのスイングハイまだブレイクされていませんので、こちらが戻り高値ということになります。ですので、ここに1本ラインを引いておきたいと思います。先ほど月足のラインを赤で引きましたので、今回週足は青で引いておきたいと思います。続いて高値更新の起点となった安値、安値更新の起点となった高値について見ていきたいと思います。直近のここの部分の動きに注目をすると、こういうような高値と安値を切り上げる上昇トレンドが発生していたわけなんですが、ここのスイングハイからの下落の動きによって、ここのスイングローがブレイクされています。ですので、ここのスイングハイは要注目です。価格が再びこの高値まで戻ってきたときに、再びここが反落の起点になる可能性は十分考えられますので、ここにも1本ラインを引いておきたいと思います。それからここの下降トレンドの動きにも注目すると、ここのスイングハイですね。ここのスイングハイからの下落で、ここのスイングローをブレイクしてますので、ここの高値にも1本引いておきましょう。ちょうど 1.20 の切り板の少し手前のところですね。それから一つ上のスイングハイに関しては、先ほど月足で引いたラインが残っていますので、特にやる必要はありません。
はい、週足のラインはこれだけ引いておけば十分だと思います。続いて日足を見ていきたいと思います。まずサポートレジスタンスラインからなんですが、まずサポートラインに関してなんですが、ここのラインが一つ候補として考えられるかと思います。ただここのラインに関しては解釈が分かれそうです。ここすでにブレイクされているというふうに見る人もいるでしょうし、ここの部分をですね、アンダーシュート少し行き過ぎたと、まだサポート継続というふうに見る勢力もあるかもしれません。で、僕個人的にはですね、ここに関してはサポートとして見るのではなくて、ちょうどここのスイングローですね、ここのスイングローが押し安値になってますので、ここに押し安値のラインとして1本引いて見ていくというふうにします。はい。ただ先ほどお伝えしたようにサポートラインとして見ることもできますし、どちらの解釈もあり得ると思います。それから押し安値と戻り高値に関しては今お伝えした通りですね。ここの下落の過程で形成されたこのスイングハイが当時戻り高値だったわけなんですが、それをブレイクする動きが出ていますので、そのブレイクの起点となったこのスイングローが今押し安値ということになります。それから続いて高値更新の起点となった安値、安値更新の起点となった高値を見ていきたいんですが、ここの下落の動きに注目をすると、このスイングハイからの下落の動きによって直近のスイングローがブレイクされてますから、ここにも1本引いておきたいと思います。それから次に安値側なんですが、チャートの左側の部分の動きに注目をすると、このような上昇トレンドが発生していたということになりますので、その高値更新の起点の安値に注目すると、ここのスイングローですね。ここのスイングローを起点に高値を更新してますので、ここに1本引いておきたいと思います。はい。その一つ下のスイングローも高値更新の起点になってますので、ここにも1本引いておいてもいいと思いますが、もちろん2つの安値がですね、接近して位置していますので、この2つはゾーンとして見るということで1本だけ引くというのでも全然いいと思います。はい。日足のラインに関しては以上です。4時間以下のチャートに関しても考え方は同じですので、ぜひここまでの内容を参考に練習してみてください。それでは次にトレンドラインのポイントと注意点についてお伝えしていきたいと思います。まず1点目の目的のところなんですが、冒頭の共通のところでもお伝えした通り、サポートレジスタンスゾーンを把握するという目的はもちろんなんですが、トレンドを視覚的に把握するためということが挙げられます。特にですね、月足とか週足などの長期足のトレンドというのは、日足以下の時間軸だと把握しづらいです。というのは、時間軸が長すぎる、時間軸が離れすぎているために、例えば4時間足とかですね、1時間足のチャートを開いていても、月足や週足のトレンドラインっていうのは映らないわけですね。ですので、長期足のトレンドラインというのは、監視銘柄に関しては要確認ということになります。先ほど水平線のところでもお伝えした通り、月足のトレンドラインというのは年1回か2回ぐらいのチェックで足りますので、事前に引いておくのがいいと思います。またそれ以外の時間軸ですね、例えば4時間足とか1時間足に関しては、高値安値の推移を見ていればトレンドはわかるという人はあえて引く必要はないかなというふうにも思います。で、実際僕自身がトレンドラインを引くときというのも、月足、週足が圧倒的に多いです。あとは日足ぐらいまでですね。で、僕自身はどちらかというと、高値安値の推移で見ていく方が好きですので、このあたりは各個人の好みとかスタイルも関係してくると思います。ですので、以上の点を踏まえてですね、皆さんご自身のラインの引き方の型みたいなものを確立されていくのがいいと思います。それから2点目ですね、これが非常に重要なんですが、ラインを引くときの原則としては、トレンドラインというのは文字通りトレンドのラインですので、トレンドを形成する高値安値をベースに引くのが基本となります。この点に関しては、いいトレンドラインと悪いトレンドラインの例を紹介したいと思います。左側がいいトレンドラインの例なんですが、これは高値更新の起点となった安値で引いているラインということになります。先ほどトレンドラインというのはトレンドを可視化するために引くというふうにお伝えしましたが、上昇トレンドの定義というのは高値の切り上げと安値の切り上げが継続している状態のことを言います。ですので、この図にある通り、高値更新の起点となった安値で引くのがいいトレンドラインということができます。で、これはダウ理論に沿ったラインということもできます。で、一方の右側が悪いトレンドラインの例なんですけども、これ形だけを見るとですね、左側とよく似ています。で、これ何が問題なのかというと、この A の安値のところに注目をしてください。この A の安値というのは手前の高値を更新できていませんよね。仮にこの A の安値から反発してですね、手前の高値を更新していけば、この赤のラインというのがトレンドラインとして有効性を持つということになるんですが、で、上昇トレンドが確定するときというのは、この高値を超えて初めて確定するわけなので、ここの高値を超える前に引いたこの赤のラインであったりとか、ここの A の安値から反発して高値を超えられずに安値更新してきた時の、ここの A の安値から反発して手前の高値を超えられずに安値を割ってきた後に引いたこの赤のラインというのは正しいトレンドラインとは言えないということになります。
で、とりあえず2点を結ぼうという意識が働くと、こういうラインを量産することになりますので注意が必要です。トレンドラインとは斜めのラインであるというのはよくある誤解ですので、トレンドラインというのはあくまでトレンドを補足するためのライン、つまり上昇トレンドの場合であれば、高値更新の起点となった安値で引いていくというのが基本原則になりますので、この点は注意してください。それから注意点の3つ目なんですが、これは3点以上反応しているものを引くなど、基準を設けるということになります。先ほどもお伝えした通り、斜めのラインというのは2点あれば無限に引けてしまいます。恣意的なラインを引かないためにも3点通ったラインのみ引くなどルールを設けるのがいいということになります。はい。ただですね、例えばこういうような値動きが発生していたとして、ここの安値とここの安値を結んだ2点のラインの延長線上で価格が再び反発するということはよくあることですので、こういうような2点結んだラインを将来トレンドラインになるかもしれないラインの見込みのラインとして引くのはありだと思います。そういったものを見分けられるようにするためにも、2点で引くラインというのは線の種類を分けるとか、色を分けるとかですね、そういった対応をするのがいいと思います。それではここまでの内容をもとに実際のチャートを使ってトレンドラインを引いていきたいと思います。はい。チャートは同じユーロドルの月足を表示しています。まず月足から引いていくことにしたいと思います。月足を見ると、まず直近の流れはこのような下落トレンドになっていますので、ここの動きに絞って見ていきたいと思います。はい。まずこの下降トレンドの起点の高値というのがこちらのスイングハイです。それから下降トレンドですので、安値更新した起点の高値、スイングハイを見ていくと、まずここのスイングハイですね。それからここのスイングハイも安値をブレイクした起点になっています。はい。それからここの高値ですね。ですので、今印をつけた高値を使って、こういうトレンドラインが引けるということになります。で、あとは微調整ですね。できるだけ多くの高値を共通して通るところに、このように合わせて引いておけばいいと思います。そうすると、このように1点、2点、3点、4点、5点通るトレンドラインが引けることになります。ここの高値のように少しラインからはみ出るということはよくあることですので、ラインをぴったり反応させるように引くというよりかは、できるだけ多くの高値安値を共通しているところにラインを引くということを心がけると良いと思います。左側の部分も見ていきたいと思うんですけども、例えばここの上昇の部分ですね、ここに関しては、こういうようなラインが引けます。ここはですね、2点しか反応してませんので、先ほどお伝えした通り、2点しか反応していないところは、違いがわかるように線の種類を分けるであったりとか、あともう一つの考え方はですね、月足とか週足のような長期の時間軸っていうのは、やはりスイングハイローが形成される頻度も少なくなりますから、長期足の場合に限ってこのように2点を引くラインを引いてもいいというようなルールを作るというのも手だと思います。ただ先ほどもお伝えした通り、注意点というのは闇雲に2点を結んで斜めのラインを引きまくらないということになりますので、その点だけは忘れないようにしてください。今引いたこのラインに関しては、ラインをブレイクして、このラインの裏まで戻ってきてから下落に転じてますので、このトレンドラインのブレイクとロールリバーサルが綺麗に反応している例だと思います。はい、もう一つ左隣を見ていきましょう。ここの下落の部分ですね。この部分に関しても、ここのスイングハイと、あとはこちらのスイングハイ2点ですね。これらを通るこういうラインが引けると思います。はい。続いて週足のトレンドラインを引いていきたいと思います。まずはここの下落トレンドの部分に注目です。すでにブレイクされていますが、こういうようなトレンドラインが引けると思います。それから左の部分ですが、ここの上昇の部分なんですが、ここも先ほど月足の例で紹介した通り、2点のスイングローで結ばれるトレンドラインですので、はい、週足という時間軸の中で、こういうような2点のトレンドラインは自分の中で引いてもいいのかどうかっていうのは、基準を設けておくといいと思います。週足で引いたトレンドラインは先ほどの水平線と同様に青で表示したいと思います。はい。それからもう一つぐらい見ておきたいんですが、ここの下落の部分ですが、はい。このようなトレンドラインが引けるかと思います。ちょうどここの部分がコロナショックで大きく揺れ動いたところなので、あまりこのラインに対する反応っていうのは見極めにくいところになりますが、このようにスイングハイが4点反応していますので、特にここの部分ですよね。2018年から19年にかけては非常にこのラインのところで綺麗に反応しているかなというふうに思います。はい。それでは次に日足のトレンドラインを引いていきたいと思います。まずはここの下落の部分ですね。こういうようなスイングハイ3点を通るラインが引けることになります。で、ここに関してはトレンドラインをブレイクした後のロールリバーサルが綺麗に出ていると思います。次にチャートの一番右側のこの上昇の部分に注目をしてもらいたいんですけども、ここの部分が先ほどトレンドラインの注意点の2つ目でお伝えしたいいトレンドライン、悪いトレンドラインの例に該当する場所になります。ここの最後の上げの部分に注目すると、ここの最後の上げの部分っていうのはまだこの直近のスイングハイを更新できていませんよね。ですので、この上昇の部分に対してラインを引くのであれば、このようにですね、通常のトレンドラインとは違ったような形で、
例えば点線にするなどしてですね、線の種類を分けておくのがいいと思います。はい。で、このまま上昇が続いて、この手前のスイングハイをブレイクするような形になれば、ここの部分の高値の切り上げというのが確定することになるので、今この点線で示しているラインっていうのはトレンドラインとして引けるということになります。で、なんでこれら2つを区別した方がいいんですかっていうふうに疑問を持つ方もいると思うんですけども、先ほど紹介したいいトレンドラインの例というのは、このように高値と安値の切り上げが継続しているトレンドに対してラインを引くというものでした。はい。で、これっていうのはつまり高値を更新して下がってきたところで反発、サポートですよね。で、また高値を更新して下がってきたところでサポートっていう形になってますので、これつまり押し目買いっていうことですよね。高値を更新したので下がってきたところで買いが入って反発して再び高値を更新した。で、高値を更新したんでまた下がってきたところで押し目買いが入ってきたから反発したっていうふうに見ることができると思うんですけども、一方でこの今一番右側の例ってどうなってるかというと、はい、今こういうような状態になってるわけですね。で、仮にこういうところでこの安値を結んで、水平線を引いていたとして、で、例えば価格がこの斜めのラインのところまで下がってきたときに、ここでサポートされるかどうかは左のトレンドラインの場合と状況が違います。左は高値を更新したからこそ、結果としてサポートラインとして機能したということになりますけども、右側の形に関しては高値更新してないんですから、下がったところで押し目買いが発生するかって考えると疑問符がつきませんか？というように考えると、左のように高値と安値の切り上げが継続している状態と、右側のようにまだ高値の切り上げが確定していない状態では、区別して考えるのが適切ではないかというお話です。で、右側のようなラインのことを安値の切り上げラインというふうに呼んだりします。はい、文字通りですね。安値が切り上がっているラインを結んだラインということで、安値の切り上げラインです。トレンドラインとは異なる斜めのラインの名称として覚えておくといいと思います。はい。それでは続きを見ていきましょう。今度はここの部分に注目です。このように急な角度での反発、上昇が始まった後に、そこからですね、少し上昇のスピードが落ちて、緩やかな上昇に切り替わった場面です。はい。このように、高値と安値の切り上げが継続していた場面ですので、こういうようなトレンドラインを引くことができます。はい。1点、2点、3点、4点ですね。4点のスイングローが反応していたラインということになります。で、ここのトレンドラインに関しても、ラインをブレイクした後にロールリバーサルが発生して、その後の下落につながっています。はい。それからもう一本ですね、日足のトレンドラインとしては、こういうラインも引けると思います。ここは1、2、3。4点ですね。4点のスイングローが反応していたラインですが、ここに関してはトレンドラインをブレイクした後にさらに高値更新する形となりました。こういうのは一定の確率で発生しますので、これはラインの引き方が悪いとかではなくて、下がったところから押し目買いが入ったというだけのことでしょう。それでは次に平行チャンネルのポイントと注意点について見ていきたいと思います。まず1点目の目的のところなんですが、これは値幅の周期を見るということになります。で、このように一定の値幅を伴って周期的な動きを繰り返している場合、将来にわたってその動きを繰り返す可能性が考えられるということになります。つまりこの平行チャンネルの上限と下限が将来のサポートレジスタンスの候補として見ることができるということになります。それから2点目のところはトレンドラインと同様なんですが、3点以上反応しているチャンネルを引くなど基準を設けることが重要となります。平行チャンネルも斜めのラインであることには変わりがないので、トレンドラインと同様に恣意的なラインを引かないようにするという注意は必要ということですね。はい。また2点を基準に引く場合ですね、例えばこういうような値動きが発生していたとして、ここの安値とここの安値の2点を使ってラインを引くような場合は、将来価格がこの斜めのラインまで落ちてきた時に再びサポートになる可能性がある見込みのラインとして引くのはありだと思います。その場合もトレンドラインと同様に線の種類を分けるであったりとか、色を変えるといった対応をするといいと思います。それから3点目のチャンネルを引くときなんですが、上昇チャンネルは安値側から引く、下降チャンネルに関しては高値側から引くというのが基本になります。平行チャンネルというのはトレンドラインを平行移動させたものというふうに見ることができますので、トレンドラインのところで見たように、上昇トレンドラインというのは安値を結んだラインのことですから、上昇チャンネルを引く場合も、まずは安値を結んだラインを引き、それを高値側にスライドさせるというのが基本になります。下降チャンネルに関しても同様で、下降トレンドラインというのは高値を結んで引いていきますので、下降チャンネルに関しても、まずは高値側を結んだラインを引き、それを安値側にスライドさせるということになります。それでは平行チャンネルについても実際のチャートを使って実演していきたいと思います。はい。それではまず月足のチャンネルから引いていきたいと思います。先ほどトレンドラインのところで引いたこのトレンドラインですね。こちらに対して平行チャンネルが引けますので、まずはそれを引いていきたいと思います。はい。まずはこの高値側ですね。下降トレンドラインのところに合わせて、で、トレンドラインを引いたらそれを安値側にスライドさせるという形になります。ちょうどこのようにですね、スイングローが1点、2点、3点、4点、5点通るチャンネルの加減が
引けることになりましたので、これは綺麗に反応しているチャンネルの例ということができると思います。で、このチャンネルに関しては、こういうような値幅の周期性とともに推移してきているということがわかります。はい、今またこのチャンネルの上限のところに近づいてきてますので、将来ここを起点に反落するような場合は、このチャンネルの下限に向かって折り返す可能性も考えられるということですね。ただ、このチャンネルの下限の手前には、先ほど引いた水平線も控えてますので、場合によってはここで止まるかもしれませんし、その手前のここのスイングローで止まるかもしれません。このチャンネルの上限と下限は、将来機能するかもしれないサポートレジスタンス要素の一つとして見ておくことが必要ということですね。続いて左側のここの上昇の部分についても見ていきたいと思いますが、まずは先ほど引いた上昇トレンドラインを使って安値側を引くことにします。はい。そして今度はそれを高値側にスライドすると、ちょうどここのスイングハイ2点ですね、を通る平行線が引けることになります。このチャンネルに関しては下限も2点、上限も2点ですので、こういうようなチャンネルを自分の中で引くのかどうかっていうのは、先ほどお伝えした通り、ルールを持っておくのがいいと思います。はい。で、今回に関してはここのスイングハイですね、ちょうどチャンネルの少し手前のところで反落の起点になってますので、ここの部分の動きというのは、このチャンネル内で推移していた時期というふうに見ることができます。それからもう一つ左隣のここの下降の部分についても見ていきましょう。この部分に関しても先ほど引いた下降トレンドラインを起点にして、まずは高値側のラインを決めた後にそれを安値側にスライドさせるようにします。そうするとここの部分に関してはこの値動きが全て収まるチャンネルが引けることになります。それからさらに一つ左隣のここの部分なんですけども、ここの部分もですね、こういうような周期性が見られることになりますので、平行チャンネルが引けそうです。はい、ここも上昇トレンドになってますので、まず安値側ですね、このスイングローを結んだラインを引いて、それを高値側にスライドさせると。はい、そうするとこのようなチャンネルが引けたことになります。ここの時期の動きに関してもチャンネルの上限と下限をきれいに折り返す形の動きだったということがわかります。ここのスイングハイに関しては手前のスイングハイ抜けずに反落してしまってますけれども、仮にこの手前のスイングハイを超えるようなことがあれば、もしかしたらこのチャンネルの上限ですね、この付近まで値を伸ばしていった可能性もあったかと思います。このようにしてですね、平行チャンネルを使うと値動きの周期性が見られる場合には、ある程度将来の軌道の予測にも使えるというところが特徴だと思います。はい。ということでですね、ここまで水平線とトレンドラインとチャンネルについて、チャートの実演を交えながら解説をしてきたわけなんですが、最後にですね、自分のラインに自信が持てないという方に向けて、僕なりのアドバイスというか、メッセージをお伝えして、この動画を終わりにしたいと思います。最近ですね、この YouTube で動画を公開するようになって、多くの方から相談をいただくようになりました。で、一番多いのが、自分のラインに自信が持てませんという内容が一番多いです。ですので、今回はその点についてちょっとお伝えをしていきたいと思うんですが、ここに関しては2点あると思います。で、まず1点目なんですが、誰も注目していない高値安値で引いていた可能性です。で、今回はスイングハイローを使ってラインを引くということを解説してきたわけなんですが、ここまで見ていただいた方は、あまり悩まずにラインを引けるなということが分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。で、少なくともどの高値と安値を使ってラインを引けばいいのかということに関しては悩む必要はありません。で、もちろんですね、スイングハイローの設定次第で、どの高値安値がスイングハイローになるかは変わってきますので、そこは自分なりの基準を持たないといけないんですが、そこさえ決まってしまえば、あとは見るべき高値安値は自動で決まります。スイングハイローというのは冒頭でもお伝えした通り、大きな注文で形成された高値安値ですので、これらをベースにラインを引いていけば、誰も注目していない高値安値をつかむ可能性というのは低いですので、ぜひ今回の動画の内容を何回も見直していただいて、ライン引きの練習の相棒として活用していただければというふうに思います。で、2点目は継続と改善です。で、やはり同じやり方で一定期間継続しないと物事って習熟しないですし、自信はつきません。で、まずは継続して改善を繰り返して自分のラインの引き方を確立することが重要です。で、自信ってどういうふうについてくるのかというと、継続です。で、ただ継続しているだけでもダメで、試行錯誤と改善を繰り返すことで、こうやって見ればいいんだなとか、こうやってラインを引けばいいんだなっていうのが自分の中で徐々に固まってきます。で、ある日突然ですね、自信がガーンと湧いてくるもんではありません。で、これを聞いていただくと分かってもらえると思うんですが、継続して改善するってことはそれなりに時間がかかります。で、数ヶ月レベルではなくて数年レベルだと思います。で、ちょこちょことラインの引き方を変えたり、チャートの分析方法を変えたり、手法を変えたりしていると、結局何も身につかないで時間だけが過ぎていくんですね。だから継続です。で、僕が個人的にお勧めしているのは3ヶ月サイクルを意識して見ていくというものです。で、僕の経験談ですけども、大体の物事って3ヶ月ぐらいまず継続すると、ある程度のうまくいく点、いかない点が見えてきます。
でもそれだけでは十分ではないので、その3ヶ月でうまくいった点、うまくいかなかった点を分析して、次の3ヶ月で実行検証します。で、うまくいった点はなぜうまくいったのか、どんな要素が関連していたのか、で、うまくいかなかった点はどんな条件の時にうまくいかなかったのかを掘り下げます。で、3ヶ月やって分析して改善点を考えて、次の3ヶ月でその改善策を実施する。これを繰り返していくと自分の型みたいなものが見えてきます。で、それに結果がついてくることで自信がついてきますので、ぜひですね、今お伝えした過程の部分を意識して取り組んでみていただければというふうに思います。はい、それでは今回の動画は以上で終了です。参考になったという方はぜひ高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。また LINE の弾き方に関連した動画についても概要欄の方に載せてありますので合わせて視聴してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。